皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、もしもあなたが子供がいない20歳から50歳の男性であれば、税金を払ってください。女性であれば、結婚しているにもかかわらず子供がいないのであれば、20歳から45歳の女性であれば、やはりこちらも子供がいないということを理由として税金を払ってくださいとこのように言われたらあなたはどう思われるでしょうか。結婚したくても結婚できない、もしくは結婚していたとしても子供を作らないと話し合った結果であったり、子供が欲しいんだけどもできないといった具合にして、それぞれの男女において子供がいない理由というのはあるはずです。そのような中で子供がいないからといって税金を求められるというのは非常に腹立たしいと思う方もおられるでしょう。このような話を聞くと、なんだ岸田政権はそんなことを考えているのかと思うかもしれませんが、この話題は日本の話ではなく、特殊な事情によって急激に子供が減ることが考えられる国、ロシアにおける議論です。ロシアはウクライナに侵攻することによって多くの男性が平和な時よりも明らかに多く戦場へと駆り出されています。しかもその戦場においては無謀な突撃作戦が何度となく繰り返される、いわゆる人海戦術による死傷者が多大になっており、これから先何年も出生率の低下やそもそも男性の数が明らかに減ってしまう問題を抱えています。このような問題に対応しなければならないとして、プーチン大統領は今のような少子化現象というものを食い止めなければならない、大家族といったものを取り戻さなければならないとして、ソ連時代の考え方へと戻るべきだと発言をしています。今回はプーチン大統領がどのように考え、そしてロシアにおいてどのような法案が模索されているかを見ていきましょう。まずはプーチン大統領がどのように考えているか、彼の発言を見てみましょう。ウクライナ侵攻で多くが死亡。プーチン大統領、女性に8人でも子供を産むよう求める。ロシアのプーチン大統領は国民にもっと子供を作るよう要請した。大家族が当たり前にならなければならないとプーチン大統領は演説の中で語った。ウクライナに対する軍事侵攻が続き、経済危機が深まる中、ロシアでは出生率が低下している。ウクライナに対する軍事侵攻で命を落とすロシア兵が増え続け、その人口危機が悪化する中、ロシアのプーチン大統領は女性に8人でも子供を産むよう強く求めた。モスクワで開催された全世界ロシア民族大会議で演説したプーチン大統領は、ロシアは大家族が当たり前だった時代に戻らなければならないと語った。私たちの祖母や曽祖母たちの多くは7人、8人、あるいはもっとたくさんの子供を産んだ。この素晴らしい伝統を守り、蘇らせよう。すべてのロシア人の生き方として大家族が当たり前にならなければならない。家庭は国や社会の礎というだけでなく崇高なものであり、道徳の源だ。ロシアの人口を維持、増加させることがこれからの数十年、さらには数世代先の私たちの目標だ。これがロシアの世界、1000年の歴史を持つ永遠のロシアの未来なのだ。とプーチン大統領は続けた。ロシアではここ数十年出生率が低下し続けていて、ウクライナ侵攻とそれに続く経済低迷は状況を悪化させる一方だ。ウクライナ侵攻の影響で90万人が国外へ逃れ、さらに30万人がウクライナで戦うために入隊し、ロシアの労働力危機は深刻化している。イギリス国防省は、ロシアはウクライナ侵攻で最大29万人の兵士を死亡または負傷させた可能性があると報告した。24年前に権力を握って以来、プーチン大統領は複数の子供がいる家庭に現金を支給するなど、様々なインセンティブを与えることで、ロシアの出生率を上げようと取り組んできた。ただ、効果はほとんどない。プーチン大統領が大家族といったものを目指さなければならないとして、じゃあどのような政策を打つべきかというのがロシアで議論されるようになりました。その一つをご紹介しましょう。ソ連のように子なし税をロシア出生率下がり導入案も提起。出生率が低下しているロシアで出産促進案として子なし税導入案が持ち上がった。日刊コメルサントによると、ロシア下院のエフゲニ・フェドロフ議員は出生率上昇案に触れ、旧ソ連のように子供のいない人に対する税金を導入するのも良い考えと話した。フェドロフ議員は出生率を促進する資本が十分でないならば税金を導入しなければならない。税金は懲罰ではなく問題を解決する手段と主張した。
現地メディアによると、ソ連では第二次世界大戦期間に人口が急減すると、1941年11月に子なし税を導入した。当時子供がいない20歳から50歳の男性と20歳から45歳の既婚女性は賃金の 6% を税金として納めなければならなかった。この税金は1990年代に廃止された。世界銀行によると、女性1人が15から49歳の間に産むと期待される平均出生数を示す合計特殊出生率は、ロシアの場合2016年の 1.8 人から2021年には 1.5 人に減った。これは侵攻前の話です。ロシアの年間出生数は2014年に194万3000人を記録してから毎年減少している。ロシアメディアが調査した結果、ロシア政府は今年の出生数が124万人、1999年の121万人以来の低水準になるものと見ている。また、2024年が117万人、2025年が115万人、2026年が114万人と出生数が毎年減少すると予想していた。ロシアにおいては、かつてのソ連時代において子供がいない人たちに対する税金を取っていた。実績があるんだからそれをもう一度導入すればよいじゃないかといった考え方が出てきているようです。少なくともプーチン大統領自身はこれを試してはいなかったからこそ、じゃあ他に新しい手はないかということで、この政策が注目され始めているというわけです。これまでプーチン大統領は子供が生まれた世帯に対する給付をなるべく手厚くしようという政策を取ってきました。しかし、そのような政策では効果が出なかったわけなので、じゃあ今度は子供がいないということを理由として税金を取りますよ。そのようなことを流れたいのであれば、どうぞ子供を作ってくださいと税金を導入するかもしれないというわけです。ただし、この仕組みは明らかに多くの国民たちにとってみれば、税金を取られるから結婚しなければならないであるとか、結婚して子供を作らねばならないといったプレッシャーを与えることとなりますし、また実際にそうしたいと思ったとしても、必ずしもそうはうまくいかない人たちもいるわけで、多くの国民たちにしてみれば不満の出る政策だと私は思います。もちろんそのような政策を受け入れる素地がソ連時代の特に共産党の抑圧的な政策を当たり前と思っていた人たちにとってみれば、またそんなことも始まってしまうのかと受け入れるかもしれませんが、ソ連時代のことを知らない人たちも多くなってきているわけですから、このような政策を取ることそれ自体がプーチン大統領にとっては自分の支持率を下げる、国民の不満を高めることへとつながってくるかもしれません。そしてそもそも論として出生率が激減するかもしれないなという要因としてウクライナに侵略しているのであれば、そのような侵略をそもそもやめて国内政治に専念すれば良いだけの話です。現在のような人海戦術、人命を軽視するような作戦を取り続けている状態で、国内においてさあみんな埋めを増やせよというのであれば、これは無茶苦茶な政治方針です。戦争をやめさえすればそのような極端な人口減少といったものを招かないわけなので、戦争そのものをやめたらというものすごい当たり前のことをプーチン大統領は分かってほしいものです。というわけで今回の動画は、そもそも少しずつ出生率が低下してきたロシアにおいてウクライナに対する侵略行為を行ったことによりさらに状況を悪化させている。それをなんとか打開しようとしてロシア国内では子供がいない人たちに対する税金を導入しようという議論が生まれている話をお伝えしました。あなたはこのようなちぐはぐなロシアの行動についてどのように思われたでしょう。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が役に立ったなとか、もしくは面白かったなと思う方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。